ねえミケニャン、ヒゲダンの曲ってさ、好きだよ。ベースとかキックの低音ズンって響くじゃん。響く響く。お腹にくるやつ。でもさ、それ普通のイヤホンでも感じない？言われてみれば感じてるかも。ここが超ヤバいんだよ。その一番低い音、実は鳴ってないんだ。鳴ってるじゃん。聞こえてるよ。聞こえてるのに出てない。これがミッシングファンダメンタル。何それ、めちゃくちゃ気になる。ミッシングファンダメンタル。ちょっと今さ、スマホで音楽聴いてる人、低音聞こえてる？ミケニャン、それスマホのスピーカーってさ、物理的に低音出せないんだよ。じゃあなんで聞こえてるの？脳がない音を作ってるから。ない音を作る？そう、存在しない音が聞こえてる。これがミッシングファンダメンタル。ねえ、音って倍音って知ってる？なんとなく。どの音を出したとき、実は同時にその2倍、3倍、4倍の周波数の音も鳴ってるの。これが倍音。一つの音の中に複数の音？そうで、一番低い音が気温。その気温が出てないのに倍音だけ聞いても、脳が気温はこれだなって勝手に計算して聞こえさせるの。存在しない音を補完するの？そう、これがミッシングファンダメンタル。幻の気温とも言うよ。100Hz を気温とした場合、整数の倍音は 200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz だよね。200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz だけで 100Hz が聞こえたら成功。気温なしから気温ありへ、最後は気温のみの音だよ。もう一度再生。でさ、これ日常でめちゃ使われてて、どこで？まずスマホのスピーカー、あの小さいやつ。100Hz 以下の低音は物理的に出せない。でも聞こえるでしょ？聞こえてる。倍音だけ出して、あとは脳に補完させてるの。スマホが脳を騙してたのか？次、電話の声。男性の声の気温ってだいたい100から 150Hz あたりなんだけど、固定電話の周波数帯は 300Hz からしか通してないの。気温が消えてるの？でも相手の声ってちゃんと低く聞こえるでしょ。聞こえてる。脳がまた補完してるのか。そういうことで、楽器でも同じことが起きてて、ピアノの一番低い鍵盤ラの4オクターブ下 27.5Hz なんだけど、実はピアノのフレームって小さすぎて、その音を十分に出せないの。ピアノなのに？でも聞こえる。コントラバスも一緒。一番低い弦が 40Hz くらいなんだけど、楽器の共鳴だけじゃ足りない。それでも聞こえるのは全部脳が倍音から気温を計算してるから。じゃあ俺が聞いてる音って半分は脳が作ってる音なのか。そういうこと。でさ、これがすごいのが、1954年にリック・ライダーって研究者が
この現象を確かめる実験をしたんだけど、どんな実験？気音があったとしてそれをノイズで消すんだよ。もし耳の物理的な歪みで聞こえてるならノイズで消えるはずで。でも消えなかった？消えなかった。つまり耳じゃなくて脳が聞いてる。音の処理は耳より脳の話なの。じゃあ聞くって脳の作業なの？そう、第1話から全部そうだったでしょ。育ちで変わる、繰り返しで変わる、目で変わる、そして今回存在しない音まで聞こえる。脳が音を作ってるんだ。ミケニャン、いいこと言った。聞こえるのは耳の仕事じゃない。脳が作った体験なんだよ。やばい、深い。ねえ、今見てる君、次にスマホで音楽聴くとき、この低音、脳が作ってるって思い出してみて。絶対聞こえ方が変わるから。それ最高の体験になるやつ。次回もやばいやつ持ってくるから引き続きよろしく。次も楽しみすぎる。はい、今夜はここまで。